皆さんこんにちは。読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら。あと少しもう少し。瀬尾舞子さんです。中学生を中心にした駅伝の話です。中学校の中のいわば6人の寄せ集めチームで、県の予選を突破を目指します。で、田舎の方です。どうも設定は読んでると。で、生徒もそんなに多くないところ。陸上部のメンバーだけではどうも予選を勝ち抜けないということで、学校内の、早いメンバーをバーッと集めてくるんです。不良折、吹奏楽折という感じで、陸上のメンバーを何人かいます。で、前の年まで結構凄腕のベテランの陸上顧問がいたんですけども、別の校に、職場が移っています。で、代わりに新しく顧問になったのが、この間まで美術部の顧問やってた若い女の先生です。で、陸上のこと何もわかんない。駅伝のこともわかんない。そういう人が顧問になったということで、6人の寄せ集め、プラス全くの素人の顧問で駅伝の予選会を目指すという内容です。で、テーマなんですけども、今回これ、6人の寄せ集め、中学生でプラス、先生は全くのど素人で予選行くんですけど、当然、練習からいろいろ問題は起きるんですけども、今回のこのテーマなんですけど、人間が割とわわわっと出てきます。で、いわゆるチームっていうのは個人の集合体なんだと。個人が集まってチームができているということを描いている話です。で、それぞれの生徒、それから先生も個人的な問題っていうのは抱えてるんですよ。でも中学生って大人と子供のちょうど真ん中ぐらいじゃないですか。だから自分の例えば悩みとか個人的な家庭の事情みたいなことってそんなペラペラ喋れないんですよ。特に男子ですから、これ言わないです。で、そういうふうにいわゆる自分の個人的な事情みたいなものをチームに持ち込まないことが大人であるというように思い始める、年齢です。で、それが大人だ。で、そこにこの顧問、上原先生っていうんですけど、若い女の先生、これがね、子供みたいな子供っていうかなんていうかな、学生みたいな先生なんですよ。軽い感じね。で、ゆや頼りないんですよ。ぐいぐい引っ張っていくという感じじゃなくて、どうしようかなみたいな感じの若い今風の女の先生で、チームの部長はですね、もう頼りないけどでも目指すかみたいな感じになってる。で、これどうしてこういう構造にしたのか、つまりいわゆる本当にもうど根性スポコンでいくんだったら、もうごっついもうすごいひげ生えたおっさんの顧問の先生描いてさ、グイグイいくみたいなのを描いてもそれはそれで成立するじゃないですか。で、今回これっていうのは、これさっき僕その中学生っていうのが子供と大人のちょうど真ん中で、これから大人のゾーンに入っていく、でも不完全ではないような状態だっていう存在だって言いました。で、上原先生はもう大人です。働いてるんですから。で、ここで
そのじゃあ大人と子供の違いって何かっていうところなんです、今回のこの話で。でこれ読んでるといろんな事情を抱えて、本当に読んでいくとこれ、第6走者までいきます。で第1区から第6区までずーっとその走者を追いながら話が進むんですよね。で走りながらそこまでの経緯なんかを思い出しながら走ってるような設定になってる。でああこんなことがあったな、こんなことがあったな。でそれはその人自身の目線で言ってますから、面白いのは第二走者で走ってる不良の太田の時には自分がこう言った、相手からこう言われた、あんなこと言わなきゃよかったなって話で、第6走者が走ってるそのシーンでは、太田にこんなこと言われたみたいなで、俺はこう言ってやったみたいなことが出てきて、それぞれの感情が出てきてるんですけども、いわゆる不完全な中学生のやり取りなので思ったことがちゃんと伝わってない。ただ面白いのはそのいわゆる受け取るのも投げるのも下手っていう中学生の中にあって、この上原の存在のいうのは割と一定してるんです。これ何かっていうと、上原先生に対する評価っていうのは もちろん大人なんですけども、その子供ってね割と冷静に大人っていうのを見てる。でその上でこの人よくこの陸上の顧問っていうのを受けたな、よくやってんな、俺ならやってんなこんなことっていう評価と、上原ってまっすぐなんですよ。まっすぐなんだからね、この人のこと受け入れようかなって思ってんの、子供たちが。でそこが大人のなんだろう、これは上原が自分でそういう風に仕組んでるんじゃなくて自然とそういう流れになってる。でここがいわばこの上原をこの小説に織り込んだ一つの大きなポイントなんですけど、いわば大人代表で描かれてるこの上原は職業というか、教師という職業から、校長からこれの顧問やれって言われたら陸上の顧問やれって言うからはいはいやりますよ、もちろん仕事だから。でも子供って言われたことに対してああ嫌だな、やりたくねえなって思いながらやることっていうのがものによってはある。上原はそうかじゃあやるか、カチッとスイッチが変わる。でそこがいわば大人なんだよね、上原が。でそういうチームの中にあって、上原の立ち位置って何かっていうと、あなたはこれねすげえ大事なこと、すげえじゃなくてすごくすごく大事なテーマなんですけども、あなたは自分に任されたことを全力でやっているかっていうことを投げてくる話なんですよ、これで。つまりね、やってるかどうかね。だから文句言ってもいいんです。でもやったかやってないかの話で言うとどっちかっていう話で、そこでチームのメンバーっていうのはなんだかんだ言いながらやる、それが子供で、大人は切り替えてやるっていう、そこ精神年齢っていう言葉があるけど、誰が作ったのか知りませんけど、よくできた言葉では精神年齢って、精神に年齢があるわけはないんだけども、でも精神の年齢っていうのを言うとすれば、やっぱり
上原は大人なんだよね。そこが子供には分かる。この人は大人だって。だからついていこうかなってなる。言わないけどね、子供は。そこがね、これはすごいなと思う。達人の選んだ一行というか一部分、散々迷ったんですけど、これ128ページの8行目です。これちょっと読んでください。第2区走る太田の言葉です。不良ってのはね、不良だなんだって言われながらも、もう頑張れたら頑張るんだとね、いうことですよ。ものすごい面白いこれ、ぜひ読んでみてください。あと少し、もう少し、瀬尾舞子さん、読書の達人でした。